こんにちは、木下ゆかです。ライブでもお知らせしたんですけど、急性咽喉外炎っていう喉の調子で入院してしまいました。これはですね、食道と気道ってあると思うんですよ、喉に。それの気道が腫れすぎちゃって、これぐらいあるのが、穴がこれぐらいで、もうこれぐらいになっちゃうと窒息しちゃうんです。そうなった場合はもう早急にこうメス入れて気道確保しないといけないぐらい、ちょっとそこがね危ない、腫れが危ないんですよ。その病気自体も喉がやばいんですけど、息ができなくなっちゃうっていうのがやばいみたいで、やばいってもう本当ボキャブラリーじゃないですね。それで今回病院に行ったら先生にこれは今すぐに入院しないといけないよって言われちゃって、今は入院しているわけです。はい、でも本当ね、病院すごく綺麗で看護婦さんもめっちゃ優しくて快適に過ごしております。本当皆さんにはいつもの動画をお届けできなくてちょっと申し訳ないんですけどね、すいません。これは別に普段着なんですけど、今日はこんな感じでした。これですね、今から私お風呂入るんですよ。だから点滴いつもは刺しとるんだけど、今はカバーしてもらいました。ちょっとだけ私の入院生活を紹介したいと思います。ではじゃん、私は今ね絶賛禁食中です。私にとっては本当こっちの方が命に関わるんじゃないかなって思うことです。点滴です。点滴って本当にお腹すく。これはね、なんか咳止めのドリンクです。なんか甘いです。これ私最初美味しい飲み物も部屋にない時はこれがちょっと癒しでした。薬なのに。これはペットとかでもなんか飲みやすい病院のセブンイレブンで買ったのコップお茶、麦茶が入ってます。でもですね、実は禁食中といっても飲み物は何でも OK なので、タリーズでねいろいろ買ってきました。じゃーん、これはココアです。美味しそう。これちょっともう結構飲んじゃったんですけど、パンプキンのなんかクリームの乗ってるやつです。これはねもうちょっと飲んじゃったんですけど、チャイミルクティーです。スタバに比べてタリーズのチャイミルクティーは甘くないですね。だから自分で甘さを調節できるからいいなと思います。で、私はですね、今回の入院中は大好きな海外ドラマが最近できたので、それを見倒そうと思います。海外ドラマ好きなんやけど、好きなやつが見つかるまで結構時間かかるけ、ちょうどね好きなやつが、しかもシリーズも結構出とって嬉しかったです。これちょっとゴールドし別名ルペンルスルテルスさんのところでちょっと待ってますけどね、ちょっと悪役なんだけど私的にはいい人になってほしいなっていう感じ。かわいそうだから。 Once Upon a Time っていうやつの今シーズン2です。面白いと、この海外ドラマおとぎ話のキャラクターたちが呪いで現代のアメリカに飛ばされて、それの呪いをどうにかしよう的な話なんですよ。主人公は全然この人じゃないんですけど、続きが気になってねめっちゃ見ちゃう。しかもなんか知っとるおとぎ話とか好きなおとぎ話が出てくると、なんかこの子出てきたってなって嬉しくなる。そういうのあるよね。今回シーズン何まで見れるか楽しみです。実はですね、もう食べちゃったんですけど、今日の夜から病院食の許可が下りまして、久しぶりに温かいご飯を食べました。オーストラリアから帰ってきて、その日の夜はちょっとさすがにやばいかなと思ってもご飯食べなかったんですよね。後のことが怖くって、今日はご飯飲み込んで痛いんだけど、私痛くても結構ご飯食べちゃうんですよ。でも後のことが怖くって、その日は我慢しようと思って我慢したんですよ。でも次の日病院に行ったら入院決定って言われて入院したわけなんですけどね、普通の耳鼻咽喉科で見てもらって、もうこれちょっと大きい病院で入院しないといけないから紹介状書くねって言って紹介してもらった病院で今入院しているわけです。じゃん、これですね。今日お見舞いに来てくださったお友達が果物を買ってきてくれました。大粒でしょ。ちょっとね食べちゃったやんな。ちょっと減っちゃってるんやけど、見てください。こんな素敵なぶどう見たことありますか？超美味しいです。この輝き。じゃあオープン。じゃん。すごいいい匂いがする。これはまず香水、マンゴー、キウイ。これはなんていうんだろう、高根刀根このバッテンの刀みたいなのが見えるってことなのかな。柿です。オレンジ。私桃大好き。桃もキウイ2個入ってる。
種類が違うのかな。もしかしたらグリーンとゴールドかもね。私ゴールデンキウイ大好き。そして大きいリンゴ、私手が大きいけどリンゴがあんまりよく見えないんだ。大きいリンゴなんです。私はだっていつも買っとるリンゴが大きいもん。わー、もう素敵なフルーツ、ありがとうございます。早く元気になります。はい、ライブとかでも取り急ぎでお知らせしたんですけど、私はですね、退院することができました。もう喉はね、痛みもなくって、なんかちょっと違和感があるぐらい、今日内視鏡でも見てもらったんやけど、もうね、炎症とかはなくなってて、でもまだ腫れがある。先生はまだむくんでるっていう言い方をしてたんやけど、腫れがあるから、まあちょっと違和感はあるんやけど、もう痛みはないです。で、熱とかも全然なくって、経過もすごく良好だそうです。最初に診察してもらった時は最短でも5日入院が必要って言われてたんですよね。でもなんと3日で退院することができました。私がね、今回かかったのは急性喉頭蓋炎っていう病気だったんですけど、ちょっとね、最初にオーストラリアで咽頭炎って診断されたりとかでごっちゃになっちゃって、咽頭蓋炎とかいろいろ言ってしまったんですけど、私がかかったのは急性喉頭蓋炎っていう病気でですね、喉の奥の気管との境目にある喉頭蓋っていうものに炎症が起きる病気なんですよね。喉頭蓋は食べ物が喉を通過して食道に入る時に隣接する器官に間違って食べ物が入り込まないよう蓋をして保護をする役割をしてるんですよね。だから喉頭蓋が炎症して腫れると気道を塞いでしまう可能性があって、めっちゃ危険なんですって。で、その気道を塞いでしまったら息ができなくなって窒息しちゃったりするんですって。なので悪化した場合には本当息ができなくなって、もうここを切って気道確保しないといけないから入院しないといけなくなっちゃうんですよね。私ね、日本に帰ってきてからは良くなってる気がしたから、最後一応これから良くなっていくんだろうけど病院には行っとこうっていう気持ちで病院に行ったから、今の次の段階腫れるともう気道が塞がるので絶対入院ですよって言われて、すごいびっくりしました。入院して3日目診察してもらって、もうね、気道が塞がるのは一応今のところは大丈夫そうな感じがしますって言って、これからは薬の点滴とあと先生の診察でとりあえずね、毎日病院に通うことになりました。診察も行ってきたんですけど、どんどん良くなってきてるみたいで、予定通り点滴から普通の飲み薬に変わっていて、だんだん治っていくみたいです。これから食べ物は、刺激物は控えて優しいものを食べてくださいとのことでした。入院中とかみんながすごい優しい言葉をかけてくれたおかげですごく元気になれたんだと思います。本当にありがとうございました。やっぱりね、喉の病気とか自分的、私ってね、多分痛みとか自分の疲れに鈍感なんですよね。だから本当良くないんですよね。それで人に迷惑とかかけてしまうから、皆さんもちゃんと自分の体のこととか自分的には大丈夫だろうと思ってても大変な病気だったりすることもあるので気をつけてください。急性喉頭蓋炎もね、私も思ってた以上にすごい大変な病気だったみたいでびっくりしました。やっぱり病院行くことは大事だと思います。本当ね、今回病院の先生も看護師さんたちもすごくいい人たちで、本当に人ってあったかいなって思いました。みんなの温かさに触れて私は幸せです。みんなも体に気をつけてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。